と霧がすごいな。なんかそれが幻想的じゃない。朝日昇りました。おはよう。おはようございます。今朝日を見に行ってきました。よかったね。よかった、すごかった。早起きした価値あった。価値あり。みんなも絶対見た方がいいあれは。結構日本人の人も多かったよな。めちゃめちゃ多かったね。結構じゃなくてめちゃくちゃ多かった。かなり。で、今からそのままマーサポイントのリムトレイル歩いてグランドキャニオンビレッジまで歩いて往復して戻っていきたいと思います。めっちゃ足伸びる。そうじゃない。すごいねこれ。壁で飛んでいきそうや。あそこに立ててさ、写真撮れたらもうめちゃめちゃかっこいいよな。命と引き換えてるんだけど。命が。鹿ちゃんがいる。止まっててさ、置物結局シャトルバスの乗り場を探している間に当初予定していたゴール地点に着きました。なんやかんやゴールこの辺にありそう。念願のアイスコーヒーラテはいかがですか？めっちゃうまい。よかったよかった。アメリカにいても買えないっていうね。いやほんまにスタバ行ったらいい話なんやけど、なんかな、行ったことのような店で、いろんなとこ行きたいもんね、やっぱな。そのためになんか旅してる。同じとこ行ってたら意味ないから。スーパーマーケットが中にあるので見ていきましょうか。絶対羽子板やってた方がいいんちゃう？いる？どう？今のさ風貌やとやっぱ合ってるよね。あ、そうそうそう。もうちょいよく。めっちゃ突っ張るんだけどこれ。顔が違う人になって。意地悪だよね本当ね。でも15度でやってなんか結構安い。ここまで来ると高級感あるねやっぱりな。安っぽさがゼロだ。金額だもんな。生地がさめっちゃしっかりしてるよな。4倍だもんな。なあ。普通にスーパーとなっております。でも普通のなんかアメリカのスーパーと変わらん感じや。もうやっぱ値段普通のスーパーちょい高いかな。何これ？ハローキティのカップ麺ある。私こっちのペアなしとライムソルトにしました。なんかねアリゾナのクラフトビールがすごいいっぱい置いてあって、あれやな、他のスーパーで全然こんなん見たことない。あらららら。すいません。ハエじゃないもの叩いて。もう。これも見通して。やばないほんま。いただきます。ハエが多すぎて車の中で避難して食べることにしてんな。すごい量やったほんまに。美味しい美味しい。忙しい中で作れた。
とね、さっき雨が降ってご飯作ろうと思ったんやけどな、雨がちょっとまだ予報で降りそうやから、とりあえずポテチとさっき買ったグランドキャニオンのビールでおやつにしよう。ちょっとね、まだ雲がかなりあるからな、ちょっと降りそうやねんな。しまいに口が開かないんだよな。口が開かないから食べたいものも食べれなくてな。横は開くやけど縦がなんか、多分思い返してやっぱザイオン行った時にさ、めっちゃ大きいバーガー食べたよね、あれな気がする今思ったら、あの時にあーって食べて、ザイオンバーガー、そうあれな気がする。美味しかったけど美味しかったやられた。乾杯。乾杯。独特な味やろ。美味しいな。結構梨の味するかも。ちゃんとビールの味もある。ちゃんと内容分かってから飲むと確かにまあ塩とライム、ライムの味結構ちゃんとする。このうねうねしたの食べたい言ってたよね。ギザギザのやつが食べたくて、ちょうど 65% 油カットのベイクポテトチップスがあったから普通に美味しいよ。なんか揚げた感じはないけど、最近こういうのいっぱいあるよね。なんかね、ある。揚げてない麺のインスタントラーメンとか。こっちでもなんか糖質ゼロの麺とか結構あるよな。美味しいか美味しくないかは別としてね。けどな、やっぱなんかでも麺食ってるって感じはあんまないよね。味付けでごまかさないとあんま食べれるもんじゃないかなってな、ダイエット食としてはなしょうがないかもしれない。アメリカに来てからなんかそういうねダイエットだったりとか筋トレみたいな覚えたからね。 YouTube 上ではいろいろ見るけど日本のは美味しそうだよねやっぱりね。こっちで何を旅が始まって以来筋トレなんてゼロだな。食べて飲んで運転してちょっとだけトレイルみたいな。全然動いてない。トレイルがある日はな2時間ぐらいは歩くから、まあ1万から2万歩ぐらいにはなるけど、移動だけの日はやっぱ全然動かへんしな、なかなかなんかあんまり知らん土地をこう散歩するのはなちょっとな難しいよな。散歩するっていうのはやっぱなんかそういう公園とかトレイルがあるようなところにしか行けへんな。まだ出発してから1ヶ月でだいぶね、いろんなところ補修しなあかんとこもあるので、使いづらさとか使いやすさもなんかちょっと分かってきたところもあるしね。でも荷物どんどん増えていく、ほんまに。とりあえず物が多すぎて、多すぎたわけではないんだけどな。いやこの車だったらまあ多すぎではないかもしれないけど、上とかに収納がない分やっぱ基本、日中ベッドの上にな置いてなあかんから、寝る前に用意して全部移動させて。キャンプ道具とかな。今日はほんま過去一やったな。そうだったな。で作っててもお構いなしにもう突撃してくるみたいな。昨日もパスタ食べてる時にパスタの中に飛び込んできて、飛び込まれたもんな。うわまあ外だからしょうがないんだけど、カラスもなものすごくて、最初のレジストレーションの時に話してくれるぐらいなすごかったよな。写真見せてくれてな。そう実際結構ほんまに人がいてても近くをすごい偵察してたりとか、上から見てたりとか、ほんまにしかもめっちゃサイズでかくて、日本の3倍ぐらいありそうだよな。ほんまに恐怖を覚えるぐらいの鹿見れたもんな。よかったな。またしかも大量だなほんとな。この辺結構普通にうろうろして咲いてないよ。今いないけどめっちゃあーとか言ったらなんかはみたいな感じでこう見て、向こうもでも泣いてるから、あ人間かみたいな感じでまたプイってしてどっか行くんやけどいやこの旅最高に楽しいけど本当目いっぱいトラブルを起こしてるよね。最初のその旅のスケジュール作り方がわからないからもう詰め詰めで大変だったりとか、YouTube もやってみたいねって言って始めようと思ってるのにスケジュールに追われて、もう車もね2回ぶつけてるしまあね、そのあまり人に大きく迷惑かけるような状況じゃなくて、自分の問題やったから、おトイレ行きたくて急いでガソリンスタンドでなバックで止めたらマフラーちょっと後ろコチンってぶつかったら走るたびに今日はこのままテントで寝て、次はラスベガスか。いいね。ラスベガスに行きたいと思います、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。おやすみなさい。バイバーイ。